はい、伊丹ローズガーデンの広沢ですね。神戸市の須磨区、標高がだいたい62メーターっていう場所の、バラ園なんですけれども、記録的にバラの開花早かった今年ですけれども、こちらもねちょっと小高い場所にはあって少し、平地よりは遅かったんですけれども、それでももう花ほぼ終わりっていう感じですので、超過切りの作業について、ご説明したいと思います。梅雨の合間の晴れの日でね、雲一つないすごいいい天気なんで、半袖でやる場合はこれ日焼け止めねちゃんと塗った方がいいですね。後でえらいことになりますからね。で、使う手袋はね、僕も年がら年中これを最近は使ってるんですけども、豚革の手袋です。当てがそんなにたくさんついてない、補強がねそんなたくさんついてないやつで、これもね品質がいろいろなんですけれども、丈夫なやつを選んでます。モノタロウのオリジナルだったかな。割と、牛革よりはね手によくフィットして柔らかいんで、そこそこの耐久性もあるんで、これを豚革の手袋使ってます。ゴミ箱はねこういうスプリングで立つやつですね。これ結構便利です。ハサミは、おかつねの210ミリっていうのを使ってますね。この時期のバラの枝ってすごいみずみずしくてね、ヤニがすごいたくさんつくんで、もう使うたびに毎日使うたびに研いでます。で研ぐのももう仕上げ砥石でさーっとね研ぐだけで、あんまりガシガシ刃が減ってるわけじゃないんで、ヤニ取りだけでささっとこう取って、でちゃんと油さしておくという手入れをしておけば非常にスムーズに動いてくれるんで、肩こりもね手の疲れもだいぶ軽減されると思いますね。是非ハサミの手入れもしましょう。はい、それではこれはねセンチメンタルっていうフロリバンダ種ですね。こんな感じでもう房でね咲いて、シュートに近いようなこういう太いのも結構樹勢の強い品種です。で、超過切りにつきましては、こんな感じでね花枝がずっと伸びてますけれども、花枝の長い短いはありますが、全部ねこの今咲いてる花枝の半分で切るっていうふうに覚えておくとまず失敗しないです。基準は半分ですね。なのでこの枝ね、ここは冬剪定した位置、ここですね。でこの枝ですね、冬剪定をしたこの1本の、去年のシュートの2段目少し残してるんですけども、結局12345本、花枝がね上がってます。もうシュートに近いようなね元気な花枝なんですけども、5本花枝が上がってます。でこれ半分に切ります。フロリバンダとかハイブリッドティーとかイングリッシュローズとかほとんどみんなそうです。ここから伸び出してるんですね。ここから伸びてここで咲いてますので、この全体の半分ここで切ってやればいいですね。これが基準です。で背を低くしたい場合はこの半分よりもう一目下、この葉っぱの根元に全部芽がありますから、だいたい全体の半分ぐらいのところに次2番花が上がるいい芽がね、ちょうどいい塩梅の芽があるので、半分を基準に一目上か一目下っていう形で切ってやればまず失敗なく2番花がまた上がってくれます。で、この株の場合こっち側が手前なので、奥側は一目上で切るようにします。だから、こう来たらここでもいいですね。こういう感じですね。でここが、手前で後ろっていう感じで、目の方向はねあんまり気にしなくていいんですけれども、切ったところの直下ですね。切
切った枝のすぐ下の葉っぱの根元から芽が出て花が咲くんですけども、これとでもう一個下からも芽が出てこう2つね、花枝が上がる、可能性が大体の品種で高いんで、あんまり芽の方向は気にしなくてもいいんですけれども、まずは切ってすぐの、すぐ下の芽の方向をちょっと意識してやるといいですね。それでもそこまであんまり気にしなくてもいいんですけどね。そんな感じで、ここから出てここまでですから、ここですね。こんな感じで半分半分で切っていってやればまず間違いないですね。でこうごちゃごちゃっとねしてる中の方の枝については、前の動画でも説明しましたけど、こう懐枝って言ってね、中に入ってこのさらに下の方にあるやつっていうのは火が当たってないからね、こんな感じでちょっと見えづらいかもしれないですが、ここにあるんですけどね、この奥の方に、こういう感じでここね切りますね。こんな感じの枝があるんですね。ブラインドって言ってね、花が咲かなかった枝、だいたい中の方の枝ってこういう風になってしまうんで、こういう枝はもうその枝が出てる根元のとこから切っておきます。でこういう中の方でもね枯れ込んだ枝、こういう風に枯れ込んで出開きになってる枝ですね。こういうのも取っておきます。全部ね点滴点にきっちりやらなくてもいいっちゅったらいいんですけども、こういう枝取っとくことによって風通しが良くなるので、これだけね葉っぱがすごい茂っているとやっぱり葉ダニが出やすくなるので、葉ダニ出るとね葉っぱバラバラって落として成長そこで止まってしまいますから、ちょっとね中が透けて見えるぐらいの感じに、小枝はねこのブラインドとかは処理しといた方が後々のためです病気虫、出さないためにもその方がいいですね。でね中の方にハサミ入れて切る場合は必ずねこうやってギュッと握って刃を閉じた状態で手を入れるんですね。で手を入れてその所定の位置になってからハサミをこう開いてで切る。でないとこう開いたまま持っていくと枝とか葉っぱとか切ってしまいますのでね、必ずこうやって閉じてギュッと持っていくといいですね。そういう習慣をつけといた方がいいです。そうするとね枝をちょっとこうどかしたい時とかねこう閉じておけば絶対切れることないんでね。こうかなりね横にでーってこう伸びてるやつはそれ以上ね外側のまた向こう向きの目で切ると枝がベロンってこうなる可能性もあるんで、そういうやつはこっち向いてる上向いてる目の上で切ってます。古枝生かす場合はここですね、この枝がいらないのでこう切ります。この花柄ね、地面に落ちた花柄とか、落ち葉とかこういうのは堆肥にはなりませんので、これほっとくとねミミズやらヤスデ、ミミズヤスデ、ダンゴムシ、ナメクジといったものが、こういうね生の有機物は分解してくれるんで、そういう、
ミミズ、ナメクジヤスデ、ダンゴムシ、そういったものがお好きな方はね、置いといてもいいですけれども、これを置いとくことによってね、やっぱり湿度がね、土の表面の湿度も上がるんで、黒点になりやすい黒点ベト、葉っぱが乾きにくくて、病気の元にもなるのでね、土の表面できるだけやっぱきれいにしといた方がいいですね。間違えても切った枝をね、この土の表面に敷き詰めるとか、すき込むとかはしない方がいいです。これはもう生ゴミなのでね、それを微生物が分解してくれるんですけども、分解する時に窒素分食うんで、余計肥料をやらないと栄養になると思わないでくださいね。栄養にならないです。逆に窒素飢餓って言ってね、未熟な有機物があると、それを分解するのに微生物が窒素分を消費するんですね。なので、肥料不足になりますので、余計めにね、肥料どっさり入れてやって分解したらええやんっていうのもあるんですけども、あんまりねいいもんではないと思いますのでね、きれいにしておきましょう。ゴールドバニーですね。ちょっとね見にくいかもしれないんで、そのままじゃんじゃんやっていきます。半分で。ゴールドバニーでした。ペティプーフ、もフロリバンダでね、確か一重だったかな。派手な、めっちゃ派手な花ですね。これはもう咲かせてしまったベーサルシュート。もうここにね、真ん中あたりでこの辺にいい芽があります。これもね、ほぼベーサルシュートに近いんですけども、こういう
こういう状態の芽はもう伸び出していい花枝にならないんで、この下でねちゃんとした芽がある、ふっくらした芽があるところで切ってます。これもねちょっとほっといて伸びすぎてしまった感じですので、もう一目下にしました。はい、ペティプーフでした。大きい木になってますね。ウォールストリート。ハイブリッドティーですね。これもこういうねステムの長い大きくなる品種も半分、咲いた花枝の半分で基準で切ったらいいです。
これサングラスというか、オーバーグラスなんですけども、PL フィルターなんですね。変光フィルターです。もうね、年いってくると若い頃どうもなかったんですけど、これだけねピーカンで天気いいともう眩しくてしょうがないんですよね。もう夜でもね、これ車運転する時これかけてるんですよね。 PL フィルターすごいコントラストが上がるんですね。なんていうかな、コントラストって日本語でなんていうかなちょっとよくわかんないけど、すごいものがねはっきり見えるようになります。で眩しさも軽減されるっていう、眼鏡の上からかぶせるオーバーグラスですね。安いもんなんですけどねはい、ウォールストリートでした。ヨハン・シュトラウスです。はい、ヨハン・シュトラウスでした。それではね、剪定が終わりましたら、剪定したらね、これからまた枝がビューッと伸びて、ちょうどこの梅雨時期から梅雨明けぐらいにかけて2番果、それとシュートがこうぐんぐん伸びてくる、よく成長する時期なんですね。で、冬にやった肥料も今回のその一番果咲かすためにずっとこうバラは消費していってますので、だいぶ土の中の肥料濃度は下がってきてます。でこのタイミングでね、切ったタイミングでまた、追肥ですねをしておくことによって、次の2番果シュートが伸びる時に、よく効いてくれるということになりますので、タイミング的に今、切ったら肥料っていう感じで今やるのが、ベストなタイミングだと思いますので、肥料をやります。で、今回ねこの追肥でやる肥料はもう暑い時期なんで、有機肥料をやるとね、逆に、気温が高いと有機肥料って分解されるの早いですから、ドーンとこう一気に効いてしまうっていう嫌いもありますので、この時期にやる肥料、暑い時期の肥料はもう化学肥料、バーディーラージをやってます。これ万能肥料でね、10×10の9度1っていう肥料ですけれども、これが非常に温度高くても安定して、効いてくれますのでね、ゆっくり長い間効いてくれて、だいたい1ヶ月半ぐらいバラのちょうどその開花までのサイクル期間に合った肥料ですので、このバーディーラージをやっていきます。だいたいこれぐらいの株の大きさになってたら、1株に2握りぐらいですね、30粒ぐらいになりますかね。空溶性の成分が多いんで、あんまりやりすぎてもよっぽどでない限りね、声当たりするっていうことはないので、安心して使えますけどね。でもやりすぎる必要はないですよ。だいたいこれぐらいパラパラと巻いてやったらいいです。本来この、バーディーラージは土に混ぜ込むタイプの肥料なんですね。だけどこうやって地表にやっとくだけでも十分よく効いてくれます。
はい、というわけで今回はモダンローズのハイブリッドティーフロリバンダの超過切りをやりました。またねイングリッシュローズとかシュラブローズについてはほぼ基本的には同じ半分で切るっていうのは同じなんですけれどもね、また改めて動画作りたいと思います。それでね今回全部一斉にバーってこうね切り下げたんですけれども、こうやって一斉に切り下げると当然次の2番果については一斉に割とまとまってね一斉に咲くんですけれども、これをね別に咲き終わった枝から半分に切っていくっていうやり方もあります。でそうすると今度切った順番に2番果以降咲いてきますから、ポツポツいつもなんかいくつか咲いてるっていう状態にすることも可能です。これはもう好みでね、されたらいいかなと思います。ここはねこうやってまとめて植えてあるところなんで、やっぱり2番果もある程度ねまとまって咲く方がいいかなと思いますので、一斉に切り下げてます。はい、それではまた。